こんにちは、アンナスです。今日は、ナチュラルキッチンっていうなんか100均じゃなくなったんですね私が言ってたのがもう10年ぐらい前なので、なんか割と300円ぐらいのものが多くて1000円とかね、結構ちょっとやっぱ物価が上がってましたけども、そこですごい可愛いランチョンマットを見つけました。でも刺繍してもう撮影終わってるんですけど、今こんな感じになったので、これ前の3コインズの時もこういうなんかなみなみのやつで、もっと夏っぽい色が派手なやつがあったと思うんですけど、それとねちょっと似てます。今流行りですね。では手元の方にどうぞ。はい、ではこれに今日はこのちょっとね、もう9月も近づいてきたのでコスモスを刺繍しようと思います。でこのコスモスの図案は2024年の9月の毎月の刺繍っていう、私がやっている運営しているサイトがあって、で毎月新しい図案を一つずつ作っていってるんですけど、その中で9月に、投稿した図案です。でこれをこのナチュラルキッチンで買ってきたランチョンマットに刺繍しようと思うんですけど、なんかね、このなみなみ流行ってるんですかね。前3コインズの動画でもこのナフキンにしたんですけど、これじゃないんですけど、もっと夏らしい感じの色がパキッとしたオレンジとか水色みたいなのをやったんですけど、今回はナチュラルキッチンはなんか綿素材みたいな感じでちゃんと裏地がついてて、で周りをミシンでこう囲ってある。だからこう二重になってはいるんですけど、これでね300円でした。330円。安いですね。っていうのがありまして、でなんかねちょっとよく見るとシワとかもあるから、なんか綺麗なところを探して、タグついてると刺繍しにくいんで、ここがいいかな。ここに端っこにまっすぐがいいかな。こういう感じでここに刺していこうかなと思います。でコスモスのこの色は結構気に入ってるんで、ファンボックスとこの色と全く同じ色で刺繍していきます。ではまず図案を写していきます。はい、それでは図案を写していきます。布の上にチャコペーパーを、久しぶりですね、チャコペーパー使うの。ずっともうスマプリを使いすぎていたので、ただもしかしたらちょっと下がふわふわしていて映らない場合はスマプリに変更します。布の上にチャコペーパーをのせて、でその上に図案をのせます。で位置を決めて、で紙と布を待ち針で留めます。でトレーサーの細い方で図案をなぞっていきます。写ってはいますけど、ちょっと破れる破れそうな感じですね。紙が破れそう。写っていますので、とりあえずチャコペーパーで写していきます。まっすぐのところは丸定規っていうか定規ですね、丸じゃない定規を使っていただいて写すとまっすぐ綺麗に写せるのでおすすめです。フリーハンドで写してもまあダメではないんですけど、図案はできるだけ綺麗に写した方が刺繍が綺麗ですね。では図案が写せたんですけど、ちょっと
ぼんやりしてるところとか二重に描いてしまったところとかがあるんで、チャコペンでなぞっていきます。チャコペンは綺麗に見えますね。では図案が写せたので刺繍をしていきます。まずお花からですね。自分が刺繍したいところを真ん中に設定して、でちょっとずつもう下の方を刺繍したいときは刺繍枠をずらすので、まずはこの真ん中の自分が刺繍したいお花の部分を真ん中に設定します。で、2本取りですね。2本取りで針に入れて、刺繍糸は使いやすい長さの65センチぐらいにカットしてあるんで、そこから2本取ってます。で、最初は結構これ布がやっぱ二重になってるんでちょっと刺しづらいんですけど、もう上の布だけすくってやってもいいです。並縫いを2つ入れて1つ前の穴に刺すとこれで絡まって止まっているのでギリギリでカットします。で、まず花びらを全部やっていきます。放射状に刺していくんですけど、三角形をたくさん作ります。で、ポイントはできるだけその花びらと花びらの間を隙間をわざと開けるような感じで隣とくっつかないように刺していきます。で、芯の部分にフレンチノットを入れるので、真ん中は、普通に図案通りに開けておけば OK です。フレンチノットは4つとか5つとかその場所によって数が微妙に私は違っているので、だいたい開いていればフレンチノットはできます。で、こんな感じで花びらの数決まってないんですよね。だいたい同じかもしれないですけど、もう太かったり細かったりしていろんな花びらがあるので放射状に隣に刺していきます。よくレゼレージだけでお花作ったりするときは縦横斜めみたいな感じでやるとバランスがいいんですけど、今回の図案は普通に隣で大丈夫です。はい、ではお花が全部できたのでフレンチノットステッチをやります。2本取りの2回巻きです。お花の真ん中から針を出して空中で2回巻きます。で、巻いたところを持ってほぼ同じところに刺します。で、ギュッと引き絞ってもうここでできているので、あとは裏から絞るとビーズみたいな感じでこうちっちゃい丸いのができます。で、各4個ずつですね。もしちょっとスカスカだったら5つぐらい入れても大丈夫です。で、色は黄色でやってるんですけど、黄色いところは黄色でかぶるから赤を入れてます。はい、フレンチノットが全部できたので葉っぱ関係のものはちょっと最後にやります。なんでかっていうと私の刺繍の法則なんですけど、手前のものから先に刺繍するっていうのがあって、奥のものを先に刺繍すると後からその手前のものを刺した時に奥のものにぶつからないように上手に開けて刺すみたいなことをやってるうちに奥と手前のその奥行き感が綺麗に出なくなってくるので、まずこの花瓶の部分をまず完成させてから、その中に茎が入ってるんでちょんちょんって足す感じで刺していきます。
ということで、まずひし形からですね。で、ひし形はこの真ん中の2つ、縦2つをまず作ります。で、その後色変えて、これですね、赤2つやって色変えて、左右のピンクと水色をやって、でその後茶色を刺していきます。そうすると、なんかランダムに刺してしまうとうまくいかないんですね。サテンステッチがたくさんあるものっていうのは端から埋めていったりとか、中心から外側に向かって刺し埋めたりするんですけど、この図案の場合は全部きれいに見えている中心のこのひし形をバチッとまず決めて、でその隣のひし形っていう感じで外に差し広げていきます。で、まず中心の真ん中の1本ステッチ入れて、基本的には隣に刺して埋めるんですけど、私結構平行に刺すのが苦手なので、こうやってちょっとガイド線を入れてから間を埋めていきます。それでこうバランスを取りながら埋めていくのが好きです。隣に刺しての方が、やりやすいって方はもちろんそれでやっていってください。で、上半分が埋まったら下半分も埋まってひし形1個を完成させる。で、また下のひし形も完成させてからピンクと水色です。サテンステッチが隣り合っている時は外から内側に刺していきます。だから内側から針を出すとなんかこう難しいですね。この際のところから針を出そうと思うと難しいので、外から針を出して、でもうすでに刺繍が刺さってる部分に手が上にいる時にどこかなってこの探しやすい、同じ穴を探しやすいので、それで外から内側に刺していきます。なので私右利きで右側はこれでいいんですけど、反対側やる時にやりづらかったら刺繍枠くるっとひっくり返して、で外から内側っていう風にしてやっていけばやりやすいので、それで刺していきます。はい、ここのサテンステッチができたので、持ち手をチェーンステッチで埋めていきます。2本取りです。まず出します。で、同じところに針を刺して2ミリぐらいのサイズ頭を出します。で、糸をかけて上に引っ張る。割ともうギューッと引っ張ってもらって大丈夫です。で、続きをやるときはさっき作った輪の中に針を刺して、また同じサイズ頭を出して上に引っ張る。で、これをずっと繰り返していきます。はい、これで、最後までできたら輪の外側に針を刺して終わらせます。で、これ1列だと細いんでもう2列ずつやるんですけど、私はもう行って帰ってやっていきます。だから上で今終わってるんで、上から下に向かって刺していきます。なんか向きとかがやっぱこのチェーンステッチって雫型なので、向きとか気になる方はその一回ここで糸を終わらせるか、裏の糸をくぐらせてまた下からスタートするっていうのでもいいと思います。で、下書きの線があるんですけど、外側の線に合わせて1列作って、2列目は最初に作った1列にしっかりぴったりくっつくような感じで刺繍して、
そうするとちょっとやっぱこの線内側になっちゃうんで、もうこれは消してもらっていいです。っていうのを、両方作っていきます。はい、ではチェーンステッチもできたので、今度はアウトラインステッチをしていきます。まず1目作ります。で、ちょっと先に出して、最初に作ったステッチの真ん中あたりをギュッと押して糸の下に刺します。で、またちょっと先に出して真ん中あたりをギュッと押す。そうすると半分ずつ重なっていくので、半分ずつ重ねるステッチですね。で、葉っぱとかはストレートステッチでやったり、短い部分はもうストレートステッチでいいと思います。なので、こんな感じでまず茎を作って、でそこに葉っぱをつけていくので、ちょっと裏に絡めつつ戻って、でここの葉っぱはまず主要となる線の部分はアウトラインステッチ、最後は同じ穴に入れて半分重ねるだけのステッチで、こういう短いところはストレートステッチで、もう1本ずつピッピッて入れるだけでいいです。という感じで葉っぱを作っていきます。それと額の部分は今ここに丸いステッチが入ってるんですけど、上からちょっとかぶせてください。下3分の1ぐらいが隠れる感じで上からかぶせて、でまたアウトラインステッチ。はい、あとここだけですね。この横向きのコスモスがあるんですけど、これはここの茎のところから放射線状に刺していきます。できればこの花びらをちょっとずつこう分けて刺していると思うんですけど、この隙間から出してこういう感じで刺していくとちょっとこう額っぽくなる。もしこれでこの辺りちょっとスカスカになるようだったらちょっと足してもらったらいいと思うんですけど、私の場合はこれで埋まったので、これで裏に絡めて、これでお水で図案を消して出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。